ぎゅうぎゅうにしないように泳がしてもらってるんですよ。やっぱぎゅうぎゅうにしたら死んだりもしますし。汁気除去。はい。地ガニ専門店っていう言葉を初めて聞きました。もうだから冷凍のカニとかロシアとかそういうのは全く扱わないんで、こんな感じ。ああ、はい。ね。メスとオスで全然差ははい。ありますね。はい。これが外子って言われるところです。はい。はい、卵。はい。うちが使ってるカニはこのサイズです。一番大きいサイズ。下の方が大きいですね。下の方が大きいです。これが大将の。そうです。はい。一番いいやつを選別して。茹で上がりですか。茹で上がり。香りがすごい。これがメス、セイコガニ。これ茹でたやつは普通にお客さんがここで食べていくんですか。どういう用途で。持って帰って食べられる。ああ、地元の方がといやかお客さん、食通の方たちが。普通一般のお客、京阪神から来られた地元のお客さんも買うけど今頃高なってね、あんまり地元のお客さんは売れないですよ。昔みたいに3匹1000円とかでしたら安かったでみんなようこになったけど、はい、今1匹1000円近くするんでなかなか口に入らない。これで一杯どんなもんなんですか。800円ぐらい。安いっすね。こっちは1万円ぐらい。ああ、オスはそんだけ。オスとメスの差ある。オスの方が格がやっぱ上なんだ。まあセイコも大きなると高いけど、はい、1匹3000円ぐらいのするのもあるけど、はい、これで、日の重は泥の中に潜っとって、はい、晩下に起き上がって夜行性で、晩の方がよう取れるかな。網引っ張っても底引き網。底引き網。こういう袋でロープ引っ張って船で引っ張って、1時間ほど引っ張ってそこをこれで1時間後に上げて。11月の1週目ぐらいからこの漁が解禁になるって。6日から。6日から。年中は取れるわけじゃないんですか。年中は取れるだろうけど、やっぱりカニは冬場の方が美味しい。違う。まあ仮にね、カニだったら大ガニだったら鍋でしょ。はいはい。そのままボイルして食べることもあるけども、鍋だったら夏場に食べれへんし。なるほど。やっぱ卵を持つとかも基本的にはこの時期、特に香箱メスは。で今こうオレンジ色のと、外子、ちょっと黒っぽいのとありましょうが。本当だ、色が違う。これもうちょっと出た粒はオレンジ色なんだな。はい。内子が出て、ここに内子があるんだけど、内子が出てオレンジ色。それが日にちが経つと粒が大きくなってだんだん黒っぽくなる。1杯3万円から4万円ってことがここになってくると。そうなってくるの。3万円前後になるの。特にええのは4万とか。もう買う時で8万円のもあるね。カニの言い悪いっていうかは基本大きければ大きいほどいいんですか。いやいや、分かんない。それはどうやって見分けてるんですか。見たら分かる。それプロの甲羅の色とか甲羅の後ろの色とか、もうその辺を全部見て選別してくれはるんで、もう全部信頼して、でぎゅうぎゅうにしないように泳がしてもらってるんですよ。
やっぱぎゅうぎゅうにしたら死んだりもしますし、そういうのがないように。で重幸さんが扱ってらっしゃるのがあれなんて読むんですか？大座しか読めないんですけど。浅茂川津井山です。津井山大座浅茂川。浅間川。すげえ。これスマガツオですね。これが本ガツオです。もう直接ここから飲食店さんとかに行くんですか？そうですね、全国の飲食店に行きますね。いやこれが大座のセコですね。大座。はい。大座のメス。メスです。これなんですか？これ鈴木です。大きいっすね、鈴木。鮭ですね。あ、これが鮭。これが鮭。ここの筋子をはい受け取るんです。そうです。はい。で血抜きもこうしてほしいっていうのを言ってしてもらって、で血抜きしたやつを。鮭かこれ明日いただけるんですか？な。はい。明日。立派ですね、大きい。え、何これ？これ誰？まだ行くわけでええやん。でさっきの浜以外の浜、隣の浜港っていう浜があるんですけど、そこに買い付けの行ってはるんで、そういう魚はここで買わしてもらったりしてます。どっちかいうと裏技だから。あまりおすすめしない。何をしてるんですか、これ？早めに殺そうと思って。あ水につけとくとあ、はい。 20分ぐらいかかるんで、はすぐ湯がいてくれてるとこだから5分ぐらいで多分死ぬ。魚の水槽。これヒラメですか？はい、ヒラメですよね。ヒラメです。でもこれは多分ヒラメ養殖ですね。しましまが石鯛、石垣。そう、しましまが石鯛で、この点々がついてる方が石垣鯛。石垣鯛。はい。こんな見た目違うんですね。で、イサキ。イサキ、はい。はいはい、下を入れてます。今のイサキって夏が旬やと思われてるんですけど、この秋イサキもすごい脂が乗ってて。これですか、イサキ。そうです、これイサキです。で、こういうのも買わさせてもらってます。ここでこういうものの刺身とか。うまそう。あとはこういう手こずし。安っ。ハチ系とかこの辺とかで、アオリイカとか。カワハギ。はい。であとはこの辺、カンパチは養殖なんで、まあこの辺がアジとかが。アジいただきます。これアジ。はい。はい。はい。これがテンション上がるな。でいいかな。これだけで。ポン酢もいい。ポン酢、はい。はい。ありがとうございます。何とも言えないんですけど。透明じゃないですか。まだ色が出るんですよ、こうやって。そうですね、クリアな。はい。動きます。生きてるってことですね。はい。まだ閉めてすぐの状態なんで。これがこれを全部もう今から抜いていきます。さばいちゃう、仕込むってことですね。はい。このまだ生きてるうちにするのと全然違うんで、必ず生きてるうちに抜いていく。これは確かにさっき言ったよりも、すごい大きいやつというよりは、はい。なんかちょうど良さそうなサイズなんですね。これの方が柔らかくて美味しいんです。で、洗うときはまず一回海水ですね、綺麗な冷海水、冷たい海水があるんですけど、これで一回洗います。で、海水で洗うことによって身が白くならない透明なままになるんで、一回海水で洗ってゴミを落としてから、今度はこっちですね。海水ってやっぱどうしても雑菌があるんで、水道水と、
丹後の琴引浜っていう浜があって、そこのお塩があるんですけど、そこのお塩を一緒に合わせたもの、大体 3% ぐらいの濃度にしたもので、もう一回最終仕上げ洗いをしてあげます。で水気を切って、で最後にペーパーで薄皮を全部剥いで熟成に入ります。この状態で寝かすんだ。はい、この状態まで持っていってください。確かにまだちょっと透明ですもんね。透明です。はい。耳ってでもこれしか取れないんだ。やっぱりこんだけしか取れない。両サイドってことですね。はい。アオリイカの耳、こんな透明なの食べたことないですね。ありがとうございます。流通してるのはこんな色絶対ないんです。これはもう現地でしか食べれないです。はい。これが薄皮なんですけど、この薄皮を全部取って綺麗な、もうすぐ使える状態まで持っていくんですけど、ここからさらにそっか、内側にもまた皮があるんですね。内側に皮があるんです。こう結構しっかり皮が。結構しっかり。はい。で1日この、すぐの状態でこれペーパーで挟んでおくと、はい、ペーパーがちょっとしっとりするぐらいまで濡れるんですよ。それはイカがまだ呼吸してるというかなんで、必ず、一晩置いたらこのペーパーを変えてあげる。でそこから本熟成に入っていきます。なんかそういうその仕立ての仕方とか、はい、手順だったり研究って、はいはい、どこからその情報を得るんですか？もう独学で食べてやってみて食べての繰り返しです。でどの状態が一番美味しいのかっていうのをずっと研究して、はいはい、だから丹後って特に今日来てもらったみたいななんぼでも新鮮な魚が入るとこなんですよね。はい、だから寝かすっていう文化ももともとなくて、もう取れたらすぐ食べるっていう文化なんで、もう誰かに教えてもらうってことが地元では特になくて、一番で言うとあとは津本さんっていう津本式の、はい、津本さんと出会ったところからすごいきっかけで熟成っていうのにハマって、津本式のいいところって何かって言ったら一番いいのはやっぱり締まった魚、今日の氷で締まって水から上がった締まった魚が血が抜けるっていうのが一番最大のメリットなんですよね。活魚って今日僕が締めてた魚ってエラ切って尻尾切って海水で洗ったフリフリしてあげると、はいはい、ほとんどの血は抜けるんですけど、活魚、締まりの魚って抜けないんで、はい、でそういうのもうちは使っていくんですけど、そういうのは必ずその式をしっかりして、はい、魚によってその血の抜け具合も調整しつつ、熟成する期間も変えつつ、はい、やっていきます。よかったら。うわマジっすか。お父さんいいんですか？ところに生姜、イカは生姜うまいよ。でイカ生姜美味しいですよね。はい。これ最高のごちそうですね。アオリイカの耳とゲソ。はい、ゲソ、はい。最高の朝食。じゃあまず耳から。うわ本当透明だ。柴田さんいただきます。どうぞ。アオリイカのほんと取れたて締めたてアオリイカの耳いただきます。なんこれなんだこの食感。現地でしか食べれない味ですよね。この食感はすごい。もちろんイカ耳ってパキパキじゃないですか。はい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 、はい、それのなんかトップオブトップのパキパキというか、はいはいはい、はい、すごい締まってますね。うまい。夢の耳ゲソいっちゃいます。耳とゲソ生姜醤油で同時食い。これやるの夢だったんだよな。ほんとツルッツルしてますね。そうですね。このぬめりが、なんか麺みたいな感じ。トゥルットゥルでポキッポキのパキパキ。本当に美味しいです。ここで開封するんですね。ここで開封します。ここが楽しみのところですね。どんだけ入ってるかっていう。はい、
これはどうですか？これはいい肝です。いいですか？はい。そのいい肝かどうかっていうのは、はい。何で判断ですか？量とか色とか。色ですね。色ですか？はい。白ければ白いほど僕はいいと思います。こっち少ないんで、はい、ちょっとくすんでるし、はい、こっちの方がいい肝ですね。あ、本当だ。はい。これでもちょっとやっぱ多いですよね。ここを比べると全然大きさが多分違う。本当だ、量が違う。はい。こっちやっぱ大きければ大きいほど脂が乗ってるんですよ、肝に。確かにこっちの方が色がまだ白っぽい。白っぽい、はい。これも良くないですか？これいいんですけども、死んでるやつなんで。あ、そうか、さっきのか。はい。もう死んだらもう使わないです。何が変わるんですか、そんなに？血の抜け具合も変わりますし、はい。肝自体の血もやっぱ生きてる方が抜けてくれるんで。肝もちょっと熟成させるんで。これを熟成させるってどういうこと？できるんですね、肝って。これ、はい。風乾熟成って言って、ちょっと風で乾燥して熟成かけてるんですけど、血管を全部きれいに取っていきます。でこっちが裏面ですね、取った部分が。はい。で握りにするときに使うのは表面、こっちを使います。まあきれいというか、そうです、そうです。傷がついてない。はい。でこれを風乾していきます。水気だけ、水分だけそーっと取って。でも力入れたらもう潰れちゃいますもんね。使うで。はい。裏から、まあ人によると思うんですけど、僕は後ろからペーパーの上に置いて、この状態で乾燥かけていくんですけど、はい。水をこの風を使って水分を抜いていく感じ。そうです。はい。これをどれぐらい置くんですか？これをだいたい1時間から1時間半、状態にもさばって状態見ながら。はい。幸せすぎる。まずは身だけを。もう箸で持った瞬間にちょっとプルンプルンしてる。油の含有量が半端ないな。肝醤油でたっぷり肝と醤油をつけて。うわ、うまっ。さっぱりなんだけどこってりなんだけどさっぱりっていう感じ。美味しかったです。思ってた以上に肝がこってりというか、すごい濃いというか、濃密な感じがしました。この時期のカワハギは本当に美味しいんで、今が旬ですね、カワハギ。神経除去。はい。魚の、はい。もう余分なものは基本全部抜くんで、これがこのトバスの神経です。こんなでも一本が通ってるんです。そうです。はい。で今それをお尻から押し出した感じ。そうです。水の力で、これも津本式の、はい。これ水なんですね。水です。はい。この辺全部津本式の器具なんで、津本さんが開発された、全部魚に特化したグッズですね。はい。この包丁も津本さんが開発した、その魚のエラを切ったりとかするような、一番しやすい形になってて、エラのところから入れてあげて、そうすると尻尾から出てくるんです。すぐ使う魚は鱗を基本落として、すぐ使わないやつは鱗を残した状態で熟成していきます。さっき洗浄でこれ自分で神経締めしたやつなんですけど、神経締めするとまだ柔らかい、柔軟性が硬くなってないってことですね。硬く硬直してないんです。神経締めすることでこの硬直を遅らすっていうのが最大のメリットになるんで、こうすることによってじっくりうまみが熟成した時に上がってくれるので、必ず神経締めはしてます。
ぐらいけどうっすらこう油が浮いてるんですね。はいはいはい、はい、でこの時期はこのツバスが油のりがすごいいいんです、すると中にこう水が残ってるんでこれを立てかけるんですね。ああやってこう並べて立てかけていきます。はい、この下に溜まってる部分が吐いてた残ってる水ですね。こうやって一匹一匹全部立てかけをしていきます。パタパタ垂れると思うんですけど、これをきれいにだいたい1時間30分から1時間ぐらいは垂れかけをしてます。これで4キロぐらい。4キロ。はい。網に紛れ込んでましたね。紛れ込んでましたね。これが過去見た中でも多分最大級だと思う。はい、最大級。いろいろ各地で島味美味しいの食べてきましたけど、はい、大きさがまずね全然違う。お寿司屋ではちょっと使いづらいサイズですね。やっぱ寿司屋は2キロ 1.5 から2キロをよく好んで使うんで。うわからの対処をしている。やっぱこういうその大物というか、はい、明らかに存在感ある魚じゃないですか。はい、こういう時ってどんな気持ちで、うわー嬉しいなって、乗ってよかったなって、はいね、漁師さんもやっぱりおおでかいの入ってるぞみたいな、はい、ちょっと皆さんテンション上がってましたもんね。はいはい。とこう書くと鱗が取れちゃうんで、反対にこうするとぬめりが取れるんですね。魚ってどの魚もですけど体表にぬめりを持ってるんです、はい、でそのぬめりを取ってあげる、はい、そうすると魚を熟成した時にぬめりも臭みの原因になるので、はい、極力きれいにぬめりを取ってあげるっていう。出てきた。これがこの島味のシーン。もう一瞬で出てきましたね。はい。うわ、これが油肝です。はい。ものすごいいいあれですね。油肝ですね。これも中にすごい血合いがこうどうしても残ってるんですね。この血合いをきれいに掃除します。はい。赤黒いですもんね。はい。これも言ったら熟成していくと臭みの原因になるので、肝の感じから、完全モンスターですね。僕も初めて見ました、こんなに大きい島味は。はい、人の場合は僕は血抜きしないんですよ。もう船上であんだけ振って血抜きしたら、それ以上血抜きするとカツオの血のうまみもうまみなんで、特にカツオとか横輪とかマグロとかって血もうまみやと思ってるんで、あえて残します。確かに完全天然ですもんね。天然です。神秘的なものをしてる。もう魚って本当に一期一会やと思うんですよ。同じ魚って二度と出会えないんで、はい、はい、この状態までもうきれいに掃除するんですね。はい。確かにさっきより全然、はい、この状態まで処理をしてあげると寝かした時にもえぐみが出にくいです。これ藁ですか？はい、藁です。飯尾醸造の、はい、無農薬のお米の藁ですね。でこれが昨日のスマガツオです。おお、はい、どれぐらい当てるんですか？もういぶしたら、はい、この煙をつかしたいんで、どちらかというと藁の。もうほんのりこう
燻製香をつけるというか、はい、こっちがこっちがサワラです。サワラと、はい、でこっちが昨日のスマガツですね。トッピングしていくんですね。はい、この端の部分多分好きなコリコリのところです。ありがとうございます。はい、ここ多分コリコリしてる。おお、硬い。硬いですよね。うん、はい。イカは全部僕一緒です。こう薄く切って。はい、3枚重ねるんですか？大体3枚ですね。2枚か。この上の部分は2枚とかでいきますね。はい、まだ鮮度がいいですね。この状態だと日曜日だと。ああ、そうそう。うん、シャリとすごい一体感出そう。うわ、すごい。2人とも男の子ですか？あ、男の子です。今何歳ですか？下の子。こっちが、9ヶ月。うわ、こんにちは。今何歳ですか4歳。4歳。保育園、幼稚園。かっこいいね。この単語の山水で使います。ああ、はい、シャリ用の。シャリ用の、はい。今逆算してこの時間にやる。そうです。うちはお客様が来られてからシャリ切るんで。ああ、そうなんですね。はい。ああ、じゃあ見せてくれるんですね。そうです。表で切ります。申請今からです。うち短めなんです。5分ぐらいですかね。時期によっても変えてるんですけど、3分から5分です。うちはコシヒカリと笹錦で作ってます。お米はどっちも大将の地元？そうです。どっちも単語。はい。いいんですか？もうそのままいただきください。甘みが伝わると思います。いただきます。うん。味ちゃんとしますね。はい。これをもう必ずカツでしないと出ないはずなんですね。だからカツにこだわる。締まりじゃなくてカツのやつを自分で仕立てるっていうところにこだわってます。カツっていうのが生きてるやつを、はい、自分その神経締めとかするのがカツ、はい、で、締まりっていうのが大体野締めであったりとか、はい、氷とかで漁船とかの中で氷で締められる、生きたまま締められるんですけど、それが、締めですね。神経締めの方はカツ締め。カツ締めです。カツ締め、はい、はい。でもっと詳しくすると脳締め、神経締め、はい、でさらに、こだわった漁師さんではその上に血抜きっていうのが最近で回ってます。脳締め、神経締め、血抜き済みの魚みたいなのはグレードでいうと最上級のグレードですね。要はそのほぼ生きた状態の、はい、状態を保つための、はい、技術というかテクニックみたいな感じで、うまみをこうじっくり揚げてあげるのは絶対生きた状態で締めて神経締めまでちゃんとした方がうまみは上がるんですよね。氷で締めてしまうとエネルギーをそこで魚が全て使ってしまうんで、うまみのピークが来るのが早くなってしまうんです。はい、なるほど。必ずナンバー書いていくんですよ。11月6日に、はい、締めた、はい、締めた日付を書いていきます。はい、もう1週間ぐらい経ってるんですね。そうです。ちょうど1週間ちょいですね。そうですね。はい。なるほど。ここにも中にもペーパーで、はい、ペーパーでドリップが出るんで、これを、こまめにこれで3回ぐらい変えてます。はい。工程は一緒です。はい、はい。これが、ミートペーパーって言われるよく肉とかでも使われるペーパーなんですけど、水分とかしっかり吸収してくれるので、これでまず巻いてあげて、でその上に緑紙で巻くんですけど、この緑紙なんで巻くかっていうと真空して氷水に入れた時に濡れたら一発で分かるんですよ。濃くなるんで、だからドリップが出てたらすぐ分かるんで。なるほど。はい。交換のサインもすぐ分かるっていう。骨ですか今？はい、骨です。
天然の魚っていうのはもう何がいてもおかしくないんで、どんな虫がいてもおかしくないですし、はい、養殖って入りにくいんですけど、そういうのがなんか天然はいろんなところに行くんで、同じところにいるわけじゃないんで、餌もいろんなもの食べますし、塩も当てずに、よくみんな塩を当ててから昆布で締めたりするんですけど、昆布で十分塩味が入るんで、あえても塩を当てずに、で皮の方に、こっちの方ですね、皮目の方に僕は昆布を当てるんです。片側だけなんですか？片側だけです。はい。さっき食べてもらったらうまみってすごいダイレクトにあったじゃないですか、はい、でそこにちょっとだけ昆布の香りをつけてあげるぐらいのイメージなんで。なるほど、はい、昆布当てぐらいの。昆布当てぐらいです。はい。魚が定置でバタバタしてたのに、大将が網で取ったのは意外とこの小鯛っていうのが結構覚えてますよ。いや、ぜひ食べてもらいたいなと思う魚なんで、あえてで出たら取るんですけど、スバスですね。おお、出た。はい。